はい、桜ライフグループ中田です。今回は、スティーブ・ジョブズの講演、有名な講演ですね。Stay Hungry, Stay Foolish っていう、動画について説明したいと思います。なぜかというと、よくね、経営者の方に、なんかこ一番好きな言葉何ですかとか、どういう本読んでますかとかね、いろいろコメントなんかでもね、ご質問いただきますね。で、大体この動画、一番最初におすすめすることが多い、これ見た方がいいよっつってね。で、当然経営者の方によく聞かれることが多いんで、スティーブ・ジョブズってやっぱりね、経営者の方、憧れてる方とかね、目標にしてる方、多いですよね。なのでね、ちょっとこういう、本の説明とかね、いろいろやりたいと思いますので、第一弾でこれが一番いいんじゃないかなと思ったので、動画を作り、スライドも作りました。で、動画も作ってみました。でね、何をやった人かというと、今の若い人なんかだと、iPhone の会社の創業者ですかとか言うけど、生きてた頃はもうね、もうとんでもないカリスマぶりでしたね。誰でも知ってる。例えば Google とか Facebook とか、ザッカーバーグとかね、知ってる人は知ってるけど、なんか別にAmazon、誰が社長かって、意外とみんな知らないしね、知ってたとしてもどういう人かよくわかんないですよね。ただ、スティーブ・ジョブズはね、みんな知ってる。もうね、タレントみたいなもんですね。本当になかなか出ないカリスマ経営者だと思います。で、箱。もともとはね、コンピューター、マッキントッシュ、今もありますけどね、マッキントッシュを作った人なんですね。その会社を作って。もともとコンピューターってね、その昔は、Mac が出る前は、とにかくダサい。もうなんか箱みたいな、なんかダサい。今もね、デスクトップでも箱みたいですけど、ダサい。持ってても嬉しくない。なんだか仕事で使うものっていう感じだったんですけど、マッキントッシュはとにかくね、かっこよかった。もうね、スティーブ・ジョブズはね、もう箱にね、哲学とかね、魂とか思いとか考えとか、全部ぶち込むわけです。でね、当然ボディにね、心をぶち込むと、もう生き物になりますよね。当たり前のことなんですけど。なのでね、もう Mac ユーザーってね、もう Mac がペットみたいなもので、もう常に一緒にいたいっつって、だから僕なんかも学生の頃に、なんてパワーブックっつうんだっけ、当時忘れちゃったよ。アップルのね、ノートブックタイプの、ものを買ったりとか、うちの大学でね、一番最初、林田太郎君って、今、禁止クリニックの院長やってもらってますけど、彼が、やっぱ彼、何でも先端だったんで、LC2 とかかな、なんかもっと古かったかな、なんかアップルの初期型のコンピューターを買ってきて、当時ね、医者ってみんな持ってたんです、Mac を。で、なぜなら画像処理できるコンピューターって Mac しかなかったんで、で、まだ Windows が出る前ですね。で、なのでもう Mac しかなくて彼のところに、彼が買ったから彼のところにみんな出かけてって、手術のゲームやったりとかね、なんか脳外の手術のゲームだったかな、マンニトールかなんか脳圧が上がってぶち込んで、出血多量で死んじゃいましたみたいな、なんかね、そういうなんか手術ゲームをやったりとかね、してましたね。で、僕もすごいパソコン興味あって、物理の先生の教授の部屋に遊びに行って、インターネットとかね、ホワイトハウスのホームページとか見たり、すげえ、世界つながってるぜとかね、感動して。ただお金が本当僕なかったんで、当時ね、かなり貧しかったので、え他の帝京の先輩のところ、帝京大学のね、先輩のところで、本当むっちゃ金持ちがいて、で、彼がいらないパソコンがありそうなのでっていうことで、じゃあ彼と仲良くなって、で、LC520 だったかなっていうパソコンを無償でお借りして、で、インターネットもやった、パソコン通信なんかもやって、僕会社やったりとか、サークルやったりしたんで、そこで雑誌作ったりだとか、ホームページもね、当然作りましたし、いろいろやりましたね、あの頃ね。ちょっと小銭稼いだりとかね、しました。そんな感じでね、とにかくね、アップル製品はね、非常に、今これ動画撮ってるのも、iPhone ですしね、かっこいいです。
で、まあそういうふうな、カリスマ的な社長でした。で、まあそんな感じの彼もね、やっぱりすごくこう、普通の人以上に、大成功者っていうのはね、大失敗者でもあるわけですよ。もう成功だけして生きてくる人なんていないですからね。どんだけ辛い思いで、生きてきて、もうなんとか耐え忍んだ人だけがこう成功できるっていう、もうそういうふうな法則みたいなものがありますから。で、ただね、みんなこう辛い経験すると、もう辛くなって、もう俺死んじゃおうかなとか、もう嫌だなとかね。もう腐っちゃったりする人もいますね。なので、腐らないためにどうするかっていうのが、この講演の中では語られています。で、スティーブ・ジョブズの、もう本当にもう復活できない、もう俺死んだ方がいいんじゃねえかって彼も思ったみたいですけど、そういうようなトラブル、どんなのがあるでしょうかっていうのをね、後で説明します。で、書いてる通り、成功のためには、あらゆる障害を全てひっくり返さなければならない。そうですね。必ず障害が訪れます。で、こんなこと、スティーブ・ジョブズはまずね、まずそもそも生まれた時に、生まれの親は彼を育てることができませんでした。で、養子に出すわけです。で、育ての親がね、ジョブスファミリー、ジョブス夫妻かな、にもらわれるわけですけど、そんなに裕福じゃなくて、もうワーキングクラスの、もう本当に普通の人ですね。学歴もそんなあるわけじゃなくてっていう方に育てられた。ただ大学までは出すっていう約束でね、こう、彼を養子として迎え入れたんですけど、そんな感じで育ちがいいわけでもなかった。で、なんとか頑張って大学行くんですけど、大学にそんなにね、裕福じゃない家族から、学費を出してもらって、で、でも、大学もつまんないし、そんなに親にもう迷惑もかけて、なんだか意味がないっていうことで、彼、大学辞めちゃうんですね。もうドロップアウト行かなくなっちゃいました。ドロップアウトまでならいいんですけど、でも彼は別にそこで働くわけでもなく、何するわけでもなく、なんか大学になんかだらだら残ってたわけですね。で、住む場所もない、お金もない、何もない。なのでもうね、ドームルームのね、寮ですね、の中の、当然彼はドロップアウトしてるんで寮から追い出されますけど、もう住む場所がないんで、もうとりあえず床貸してくれってことで、床になんか毛布にくるまって寝てたみたいです。ほんと迷惑な話で、ジョブスっぽいなって感じですけど、あとお金がないのでね、瓶を、ジュース昔ね、ペットボトルとかがメジャーになる前って、瓶でした。で、瓶のね、飲み終わった瓶を集めると、廃品回収で売りに行ってたんでしょ、アメリカでも。で、僕もね、これ中学校の時に同じようなことやっててね、僕はもうスティーブ・ジョブズよりももっとすごい、会社組織みたいなのを作って、もういろんなとこから瓶を集めまくって、で、売りに行くっていう、謎の、これ違法かもしれないからもう言うのやめよう。なのでね、そういう同じようなことやってましたね。で、中学生にしちゃ、金持ってたんですけど、そんな感じのことやってました。で、当然ね、あったかいものなんか食べれません、お金ないんで。なのでね、こう、毎週日曜日に歩いて、10キロ歩いて、で、クリシュナテンプルっていうのかな、清浄仏教のインド系のね、お寺行って、上野かなんかでも日本でもやってますよね。炊き出し、ホームレスの方にね、あったかいご飯を食べさせてあげようという炊き出しありますけど、ああいうのにね、スティーブ・ジョブズは行ってたわけです。で、日曜日のあったかいもの食べて、また10キロ歩いて帰ってきて、それが本当にね、もう美味しくて幸せだったっていうふうにね、この講演でも語ってます。でね、それまでならいい、それならいいんですよ。まだ楽しい生活かもしれないけど。で、コンピューター会社作ったスティーブ・ウォズニアクっていう、もうコンピューターの大天才みたいなのとね、ペア組んで会社作って、もう何千人の会社になって大きくなりました。で、上場しました。大金持ちになりました。すごいです。ってな中で、アップル社はクビになっちゃうんですね。自分でね、作った会社をクビになっちゃうんだから、そのね、もうショックたりはすごかったみたいですよ。講演、聞いてください。でね、さっき説明したように、こういうふうなね、彼はいろいろ業績あります。ピクサーなんかもね、トイ・ストーリーとか、他アニメ、毎年出してますよね。そういうふうな、ピクサーもね、彼が作った会社で、これも世界一の、アニメ制作会社になりましたね。で、他幸せな家庭も今彼は、亡くなりましたけどね、生前は持ってました。で、一回それで、
会社クビになった後もまた復活するんですね。戻った後も、よりもともとのアップル社よりも全然すごい、もっとすごい、比較にならないような会社を作って、もうね、時価総額いくらか知らんけど、すごいですよね。彼がね、一回こう、クビになりました。さっき本当にショックでもう死のうと思った。アップル社はクビになった。取締役会でね、追い出されて。で、その後彼はなんか腐ってたんだけど、なんだかやることがねえなーってことで、でも肩の荷が下りた、すっきりしたわってことで、NEXT っていうね、もうアップルではできなかったような、もう本当自分の好き勝手なことを、もう理想のコンピューター会社を作って、理想のコンピューターを作った。で、ちょうど僕もその頃にアップル使ってたんで、なんとなくこう、アップルの雑誌みたいなね、アップルの雑誌があることがもうすでになんかね、やっぱこう、生き物ですよね、マッキントッシュってね。で、NEXT っていう会社を作って、ちょっと独特のパソコンですごい高かった印象があるんですよね。で、当然、全然売れないと。マニアックすぎると。誰がこんな使うんだってことで、全然売れなかった。でも彼は楽しかったみたいですね。本当に自分の好きなことをやれてたんでね。経済的にはさほどの成功を収めなかったけど、ただかたやトイ・ストーリー、むっちゃ売れましたね。ピクサー作って、当然コンピュータグラフィックでね、アニメーションも作って、それはもうバカ売れしましたね。そういうふうなね、成功したり失敗したりだったんですけど、ただアップル、もともと彼がいて、彼は追い出された。で、アップル社がもうほとんどどうにもなんなくなって、やっぱりね、こういうカリスマが率いた会社はね、カリスマいなくなったらダメですよ。全然ダメ。もう、なんだか、今までの文化が全然ね、そして新しいまた社長が、この今までのスティーブ・ジョブズの体制はいかんってことで、ちゃんと会社っぽくやろうみたいな感じでやってくると全然ダメですね。でも潰れそうになった。でも時価総額とかキャッシュは多少あるんで、ネクストを買収しちゃおうと。買収して、スティーブ・ジョブズをもう一回社長にしちゃおうと。この潰れそうな時にスティーブ・ジョブズ、やっぱいないと困るよな、いないと潰れるっていうことで、うまく買ったんでしょう。で、ジョブズもまんざらじゃないんで、じゃあ社長にしてくれってことで、社長になって。そうするともう、やりたい放題。もうなんだっけな、箱みたいなすんげえかっこいいパソコンありましたね、当時。なんて言うんだっけ、忘れちゃったけど。それも出した。で、iPod も出した。iPod って今もあるけど、当時あんなちっちゃいのでなんだかかっこいいし、音楽聴けるし、あんなちっちゃいので何千曲音楽入って、信じられなかったですね。僕なんかもね、いっぱい買いましたけど、でスケジュールなんかもできてね、昔パームっていうね、パームの前はね、アップルで、ニュートンっていうのがあったんだけど、あんまマニアックすぎるんで、この話やめときましょう。そんな感じでね、よりもう革新的なものをどんどん、iPhone もそうですよね。もともとあった電話、タブレットじゃないや、スマートフォンですね。もともとあったんですよ、iPhone の前から。でもね、全然なんかね、ダサかったし、電話機能だけだったし、それをなんか音楽も聴けるようにして、電話もなんか聞けるようにして、なんかインターネットにもつながるらしいみたいな、なんだか誰も思いつかないようなものをね、もう作っちゃった。なんか電話を再発明したっていうふうにね、スティーブ・ジョブズは言いましたけど、すごいのを作りました。ただね、成功したけど、当然その陰にはいろんな失敗があったと。で、なんとなく、これは彼のが、ラッキーだったことをいくつかね、なんとなく学費の大学に行けました。で、ピクサー設立しました。でね、ピクサーだったか、ネクスト社だったかな。で、彼女も見つけました。そのうち奥さんになるんですけど。で、大学、辞めたんですけどね。でも好きなクラスだけ通って、もう本当に、楽しいことだけやりました。カリグラフィーっていうね、後で出てきますけど、独特の文字ですね。日本でいう書道みたいなもんかな。なんか字だけで気持ちを表すみたいなね。そういうふうなことがやっぱり変わり者なんでね、すごいそういうのが好きだったみたいです。で、あとは企業、アップル社創業して、やっぱり最初はかなりもう寝なかったりとか、もう家にも帰んない、風呂にも入んないっていうね、もうそういう、創業時独特のこのね、パワー、そこら辺も、養われたし、あと仏教とね、さっき言いましたけど、仏教とも出会いましたね。彼、スティーブ・ジョブズというと、やっぱ、曹洞宗で、座禅、禅を経営に生かして、瞑想したりだとかね、
直感養ったりだとかしてましたね。まあこういうのはまあいろいろなラッキーなことがあったんですけど、それはね結局のところいい大学に行けたのはね、こう養子に出された、さっきまあいくつか辛いこと言いましたけど、養子に出されたことが原因なんですね。養子に出されて、まあでも、養子さえ、育ての親は、まあなんとか大学まで出しますというね、契約をしちゃってたから。なのでね、なんとなくこう、高い大学、リードカレッジっていうと、まあ私立で、まあまあ、給料、学費高いんですけど、まあそこに行けたと。普通の家庭だったらね、お前そんなとこ行かずにパブリックのとこ行けって言うかもしれないですね。で、大学をドロップアウトした。ドロップアウトした本来ならもう本当辛い辛い、どうしようもないけど、まあこのドロップアウトしたことで結局彼はね、カリグラフィー学べたんです。カリグラフィーを学べたから、アップル。アップルはね、もうこの、とにかくフォントが美しかったね。デザインも素晴らしかった。スティーブ・ジョブズはね、大学でカリグラフィーっていう、まあ、文字のものを勉強もしたし、デザインも勉強したし、そこら辺がね、結局まあ、大学ドロップアウトしたことがね、結局後々ね、プラスになってくる。養子に出されたことはそのうちプラスになってくる。でね、もう苦しい生活も貧乏生活味わったけど、結局これが将来プラスになってくるわけです。まあ、さっき、仏教寺院にね、お食事をもらいに行ってたと。施しを受けましたと。で、まあ、結局でもそれでお寺に行ったんで、そこで座禅とか瞑想とかを気づくことができて、まあ、当時彼ってヒッピーみたいなもんで、インドに1年間、こう、なんだか放浪しに行ったりとかね、なんだかこう、悪い紙切れをこう食ってね、変なもん見ちゃったりとかね、まあ、ちょっとかなりエキセントリックな人だったみたいですけど、まあ、そこら辺もこう苦しい生活を味わってきて、まあ、ここで腐らずに頑張ったおかげで、まあね、いろいろと将来役に立つわけです。で、アップル社解任された。もう死のうと思った。こんな自分が作った会社クビになる。とんでもねえなと思ったけど、結局はピクサー作った。で、アニメで世界一になって、まあ、そのネクスト社も作って、好き勝手パソコン作って、で、そこでしかもその時の社員と付き合って、結婚して、幸せな家庭を作る。まあなかなかね、世の中うまくできてるようだけど、うまくできるためのね、方法っていうものが当然あるわけです。これね、アップル2かなこれ、アーセンス、シカゴ、ジュネーバ、ロンドン、モナコ、ニューヨーク、ベニス。これ何かというと、これフォントの名前ですね。フォントがね、これ、ベニスっぽいフォントじゃないですか。これちょっとね、拡大しすぎて汚いけどね。まあ、まあ、今の方はね、こう、いや、Windows でフォントいっぱいもっとなんか100種類ぐらい選べるよって言うかもしれないけどね、当時なかったんです。当時のパソコン。ダサい。もう、こうなんかね、ほんと黒い画面に緑の文字のね、まあ今も DOS のね、コマンドプロンプトっていう Windows でやったら出てきますけど、これはね、Apple のやつだね。これ MSX 懐かしいですね、この画面。これはね、ちょっと昭和のパソコン少年はね、X68000 とかね、この MSX とかね、大体みんなこうね、テープかなんかにでね、フロッピーとかができる前ですね、持ってましたね。こんなね、全然やりたくないですよね。ただこれはなんかこう、今のパソコンにすごい近くないですか、なんか。ね。なんか、あんまり今のと本当にこのパワポと変わんねえじゃんって気もするんですけどね。まあ、もしもこのマッキントッシュ、スティーブ・ジョブズがパソコンを作ってなかったら、多分今もね、こんなパソコンでみんな画面見ながら、文字見ながらね、こんなマウスなんてなかったですからね、やってたかもしれない。打ち込むだけでね。なので、まあ、どれぐらいこう、スティーブ・ジョブズがね、時代を作ってたかっていうのはね、おじさん方に聞いてください。でね、この講演なんですけど、コネクティング・ドーツっていうね、この、現在、辛い状況がある。でも未来がある。未来は必ずこうね、辛いこと。でも未来から見ると必ずね、あの時、この経験があったからが今があるんだっていう、必ず気づく時が来ると。それをね、今のこの辛い状況でも、この未来、必ず何かしらこの経験が役に立つだろうっていうのを信じなきゃダメなの。信じなきゃね、やってらんないですから、人間ってね。これね、スティーブ・ジョブズの言葉で言うとね、将来をあらかじめ見据えて、点と点をね、現在と未来をね、
つなぎ合わせることなんてできません。だってもう神様じゃないんだから、今のこの経験が、例えばこの、さっきのね、じゃあ大学ドロップアウトしてもう貧乏生活味わってるけど、これが何か将来役に立つかって今の時点じゃ分かんないです。分かんないけど、ね、それを信じなきゃダメなの。これね、スティーブ・ジョブズはこの退学の時もね、多少は迷いました。ね、大学辞めた時。迷ったけど、今振り返ると、成功した後にね、振り返ってみると、自分が人生で下した最も正しい選択だった。大学辞めたのはね、最も正しい選択だったと思います。退学を決めたことで興味もない授業を受ける必要がなくなった。そして面白そうな授業だけね、潜り込んだのです。で、もし彼が大学をドロップアウトしてなかったら、退学を決心してなかったら、このカリグラフィーのね、講義に潜り込むこともなかったし、パソコンがね、今のようにこういう風なね、なんかフォント、いろんななんだかカラフルなフォントやね、GUI、もうそういうのもなかったと。っていうふうに言ってますね。で、まあ、点と点をね、つなぎ合わせることなんてできません。できるのは後から過去に向かってつなぎ合わせる。ああ、今があるのはこの時の経験だったんだってことでね、ここを結びつけることができるの。だから我々は今やっていることがいずれ人生のどこかでつながって実を結ぶだろうと、これを信じるしかない。今はね、このどっかでつながる、将来から見たら、ああだったんだっていうのをね、信じるしかないと。運命やカルマやなんだか何にせよ我々は何かを信じないとやっていけないのです。全くその通りですね。そう。ね、とにかくね、今やってることは将来何かの役に立つだろう。立つに違いない。それを絶対信じた方がいいし、信じれば楽になるしね。宗教と一緒なんです。信じれば楽になるんですよ。とにかく信じる。信じて何が変わるかね。もう信じなかったらもう何にも起きないですから、とにかく信じるっていうことが大事だと思います。で、まあ、スティーブ・ジョブズの言葉ですけどね、まあ、時間もあれなんで、ちょっとまあ、読んでみると彼の言葉をね、その時は気づきませんでしたが、アップルから追い出されたことは、さっきクビになったことですね。アップルから追い出されたことは、人生で最もラッキーな出来事だったのです。将来に対する確証は持てなくなりましたが、会社を発展させるという重圧は、もう一度挑戦者になるという身軽さにとって変わりました。アップルを離れたことで、私は人生で最も創造的な時期を迎えることができたのです。ね、いっぱい会社も作りました。その後の5年で、ネクストという会社を作り、ピクサーも立ち上げました。そして妻になる素晴らしい女性と巡り合えたのです。そして思いがけないことに、アップルがネクストを買収し、私はアップルに舞い戻ることになりました。今やネクストで開発した技術は、アップルで進むルネッサンスの中核となっています。アップルを追われなかったら、今の私はなかったでしょう。非常に苦い薬でした。苦い薬でしたが、私にはそういう辛い経験が必要だったのでしょう。最悪の出来事に見舞われても、自分の信念を失わないこと、自分の仕事を愛してやまなかったからこそ、前進し続けられたのです。皆さんも大好きなことを見つけてください。仕事でも恋愛でも同じです。仕事は人生の一大事です。やりがいを感じることができる。ただ一つの方法は、自分のやっていることが素晴らしい仕事だと心底思えること、それをやることです。そして偉大なことをやり抜く、ただ一つの道は仕事を愛することでしょう。好きなことがまだ見つからないなら、探し続けてください。決して立ち止まってはいけない。本当にやりたいことが見つかったときには、不思議と自分でもすぐにわかるはずです。素晴らしい恋愛と同じように、時間が経てば経つほど良くなっていくものです。だから探し続けてください。絶対にその場で立ち尽くしてはいけません。ねえ、いい言葉だな。Keep looking, don't settle っていう、スティーブ・ジョブズ言ってますね。もうね、探し続ける。もうその場で、ね、立ち止まってなんだかまあいいやってね、納得しない。もうそれが大事だと思います。まあそんな感じで、概要欄で動画の URL 貼ると思います。貼らなかったらね、YouTube でスティーブ・ジョブス、スタンフォードってやってね、で見てください。冒頭でね、出したような動画が出てくるはずです。以上です。